そういうことの結果、やり続けて成功して、その資産が入るだけであって、だから目の前頑張れになるんですよ。僕もモンジ社長みたいに38億円企業の大社長になって、高級品とかブランド品とかたくさん買って、贅沢をいっぱいしたいです。そうですか。めちゃめちゃしたいです。なんで贅沢したいんですか？お金持ちになった方が楽しいかなっていう。自分の買いたいものを買えるし、贅沢いっぱいしたいなと。きりないと思いますけどね。例えばお金持ちって今考えられる限りどれぐらいを指してるんですか？社長ぐらいのもう38億円ぐらい持つぐらいの感じがいいですね。38億円持ってないけどな。最初の動機としてはお金持ちになりたいとかは原動力になるんだったらいいかもしれないですけど、きりないですよね。小学生の時に1万円って言われたら超大金じゃないですか。でも今1万円ってどうですか？あんまり嬉しくはないかもしれないです。もしかしたら今1000万目の前にあったらとか1億円あったらと思うかもしれないですけど、持ったらもっとなるんですよ。10億あったら100億あったらとかって。世の中やっぱ本当にすごいお金持ちもたくさんいて、すごい高いものもたくさんあって、お金に欲がなくなるって相当持たないと多分ないですよ、最終的には。それを持ち続けてる限り。きりないと思いますけどね。あとは、お金だけ求めた人は結果そこまでお金持ちになってないですよね。100億持ったら贅沢ができる、100億を持ちたいって言って、本当に100億を持った人は多分あんまりいないんじゃないですかね。ちなみにどういう人がお金持ちになるんですか？本当のお金持ちは資産持ちなんですよね。給料じゃないんですよ。それぐらいの資産を築くっていうのは自己利益だけのためにやってる人は気づけないですよね。それこそゼロからやるような人は当然そうだと思うんですよね。会社もそうですけど、やり遂げたいことがあるとか、世の中に貢献したいとか、世の中をもっとよく変えたいとか、そういうことの結果、やり続けて成功して、その資産が入るだけであって、本当にお金のことだけ考えて、とにかく100億俺は稼ぐ、100億作るみたいなずっと考えすぎた人は自己利益が第一じゃないですか。あんまりそれをやりすぎるとそこまでの規模には多分資産にはならないんですよね。仮になったとしても続かないと思うんですよ。会社でも言ってるんですけど、お金だけを求めて仕事する人は結果稼げないですよ。最初お金を稼ぐということを目標にして原動力にすることはいいんだけれども、途中で他人をいっぱい巻き込んでいかなきゃいけないわけですよね。人を動かしていかなきゃいけない時に、人を動かさなきゃいけないのに自己利益の追求ばっかり言ってたら人ついてこないんですよ。動かせないんですよ。結果そこまでいかないんですよね。と僕は思うんですけど、究極本当にお金稼ぎたいだけだったら、いや俺詐欺でもやったらいいんじゃないですかと。お金だけを考えたらですよ。悪いことをしてお金だけ稼いでブラックなお金を100億持ったところで幸せですかと僕は思ってしまうんですけど、立ち上げた時はお金はなかったと思うんですけど、振り返ってみて生きてる経験だったり考えの部分だったりあったりしますか？こんなこと言ったら怒られますけど、貯金もそんなないですし、下手したら同年代のサラリーマンよりも多分貯金ないですよ。同レベルの経営者と比べて全然贅沢もしてないし、ブランドも別に興味ないし、そんな変わってないかな。謙虚なイメージがあるんだけど、それはなんでですか？あくまでお金ってものだから、いろんな経験積むためとか、幸せになるような過程の中であったら便利なものみたいな感じなだけなんで、幸せとか充実感とかは一時得れるかもしれないですけど、別にあんまり比例しないと思うんですよね。今ないもの憂いてもしょうがないんですよ。そんなことを他人と比較してる暇があったら、自分の将来を考えてやった方がいいんじゃないかと思っていて、他人を羨むような比較っていうのはいかんと思って戻す。他人羨ましいとか悔しいとかそうなったとしたら、自分もそうなるようにどう努力しますか、何をしますかっていう結論にしかならない。そう持っていくだけですよね。何から行動したらいいか分かんないみたいな人って結構多いと思うんですけど、どうすればいいとか、あとはモンジ社長だったらこうしてたよみたいなのってあったりしますか？お金稼ぎたいわけですよねと。なんで稼ぎたいんですかと。なんで贅沢になったら幸せっていう風な固定概念があるんですかと僕は思うわけですよ。それをじゃあ紐解いていくわけじゃないですか。自分はこのために稼ぎたいんだということが一個あったとして、そのために何をしたらいいのか、お金を稼ぐために何をしていったらいいんだろうっていう話じゃないですか。未来軸も考えて、このぐらいの年の時にこのぐらいになってたいっていう、漠然とでもいいんですけど、目標立てたとしたら、今と比べてギャップじゃないですか。仮にですけど、今年収400万円で年収2000万になりたいんだとしたら、このギャップがあるわけですね。2000万になるために何したらいいんだろうって言ったら、2000万稼げる人はどういう人かっていう自分の中でちゃんと理解ができるように解釈、調べる。現状の自分とのだからギャップを確認する。
今の現状で自分がそこに対してできることってなんだろうと。はい、これがまず大事ですよね。今の日本だったらですよ、稼げる人って大企業でまあまあ重役になってる人か、外資系とかで、コンサルとかもそうですけど、高収入な業職種か、社長じゃないですか。じゃあやっぱ社長になんなきゃダメなんだとなったとするじゃないですか。社長になるためには何ができたらいいんだ。いろいろこのプロセスがあるわけですけど、とにかくじゃあ今の会社で今のポジションで最大限の成果を出して、営業でも何でもいいけど、トップの成果を残せと。だから目の前頑張れになるんですよ。今の会社の今のポジションの今の部署でもいいですけど、で、成果残せないやつが、そんなやつになれるわけないんですよ。独立するためでも資金が必要かもしれないし、知識が必要かもしれないし、能力が必要だ。だとしたら、学びながら、自己投資しながら、ちゃんとやってくれば、ちゃんと今の会社の成果出るんですよ、絶対。次これやってみると機会を与えられるかもしれない。出世するとまた違う景色が見えてくるんで、いろいろ学べるんですよ。付き合う人も変わるし、情報量も変わるし。で、やった結果が、もしかしたら、自分で独立してこの時に2000万って思ってたけど、今の会社でこうやって今登ってったから、この会社も一緒に伸ばしていってやったら、役員で2000万になるな、みたいな。こんなことも起こるかもしれないし。でもそこまでやったからこそ、ここから独立して得られたりするものもあるわけですよね。目的をちゃんとして、目標を決めて、期限を切って、ギャップをちゃんと理解して、とにかくリサーチして、自分との今のギャップを考えて、自分が何すべきかって考えると、とにかく今一生懸命結果を出すということに多分一歩目はなるんですよ。で、結果を出すためにどうするかって言ったら、勉強しかないんですよ。練習しかないんですよ。お金がない時は結局時間使うしかないんですよ。練習する時間、学ぶ時間にどれだけ当てられるかですよね。やっぱり SNS とか見てると、成功した人とか、一夜にして成功したみたいな感じになってますけど、その裏にある努力とか、下積み時代とか、頭から消されちゃってるんですよね。今、大谷くんがめちゃめちゃ稼いでてすげえって、俺もああなりてえ。野球だからなりてえっていう人いるかもしれないが、じゃああなたはと、子供の時から30歳になるまで、野球漬け、友達と遊びに行くのもほぼない。こういうのを覚悟してやってましたけど、やってないわけですよね。そしたらなれないに決まってんじゃないですかと。今からあのぐらい金稼ぎたいと思うんだったら、それぐらいにやんなきゃダメっていうことの、このプロセスをみんなこう見てないから、限られた時間の配分、お金の配分を本当将来どうなりたいか、自分の将来理想像によって、どこにお金使うか。目の前の友達と行くことが楽しいというだけに時間使うのか。将来こうなりたい、そこに近づくために学ぶ時間に使うのか。ただこれだけじゃないですか。ガス抜きも必要かもしれない。でもそれが毎日ガス抜きいりますみたいな。実際自分がしてる行動っていうのギャップがみんな実はあるんですよね。そこはやっぱりちゃんと考えてやっていけばいいと思うんですけどね。改めてにはなるんですけど、お金がない時にどう考えてどう行動するかっていうところのポイントをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。ないもの憂いてもしょうがないんで、未来どうしていきたいかと。そうなるためにはどうしたらいいかってやっぱ考えること。ないお金を振り絞ってどう使うかっていうのをちゃんと決めること。若い時に逆にあるのは時間だから、ないならないなりの振り絞ってできるお金と自分の時間を自己投資に使うっていうことですね。ありがとうございます。本日も視聴いただきありがとうございます。やっぱり引っ越しセンターでは常に共に働く仲間を募集しておりますので、興味ありましたらホームページ、SNS 等を通じてご連絡ください。この YouTube チャンネルでは現場、研修、イベント、社内の様子等々、またビジネスに役立ちそうな思考等、様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。最後にこの動画にもぜひいいねをお願いします。ありがとうございました。